あ、なんかちょっと重いよ。ちょっと重いよ。でかいよ、でかいよ。でかい、でかい。いや、長芋。今回は橋の下に罠を仕掛けます。狙うのはうなぎです。初めてのポイントなんで、もうどんな魚がいるかわからないんですけれども、とにかく試してみます。置き針という仕掛けを使います。これは自作してきました。すごくね、簡単な仕掛け。板にタコ糸、そして重りがついていて、太めのハリスとうなぎ針です。餌はみんな大好きミミズ。付け方はこの色の変わってるところの下にまず刺して体の中を通す感じです。で、ミミズが大きければ針は大きい方が使いやすいです。よし、もうこれであとはポシャンと入れておくだけ。よし、それじゃあ1投目。はいはい、こんな感じで、よいしょ、持っていかれないようにしっかり岩で固定する。はい、これで OK です。残りも仕掛けていこう。ちなみにうなぎ釣りは河川によっては遊漁権が必要です。都道府県や漁協によってルールが違いますので注意してください。こっち側は終わりです。あとは反対側にも同じように仕掛けます。いや、今ね、全部仕掛け終わったところなんですけれども、ちょっと仕掛けてるそばから当たりがあったんで確認してみます。これなんか動いたんだよねなんかついてんのかな。はい、やっぱ食われてますね。ただ針が大きいから多分かかんなかったんだと思う。小さな魚がくわえて引っ張ったという感じ。はい、餌もないです。ちょっとこれだけはつけてもう一回入れとくか。もうちょっと待とうと思ったんですけどね。全部で10個仕掛け終わりました。一旦このまま30分置いておきます。罠に当たりが来るまでは時間があるので浮き釣りをします。針がちっちゃいからミミズも1本掛けはできないんで半分にするか。何もいないですね。なんかすぐに当たりが来るだろうと思ったけど生命感ゼロよし、30分経ったんで仕掛けを確認しに行ってみましょう。奥から行きますね。まず1個目。どうだはい、あ、餌は食われてる。餌はないですよ生命いたんだでもね、カニとかかもしれないね。カニはいっぱいいるから2個目いきます。ディリンディリンディリ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 あらいない。ダメか。いや、3個目。いないですね。そしたら10個目です。これは食われてるけどいない。もう全然いないな。いや、ちょっとね、これじゃあ帰れませんよね。今から暗くなってきて釣れ始めるかもしれないので、もう一巡します。つまり最初の仕掛け10個からもう10個、合計20個仕掛けてみます。よし、確認いるといいんだけどな。なんか1匹ぐらい。よいしょ。なんかいる。マジいるじゃん。いたよ。いた。ちょっと待って。ちょっとここいて。よし。いたよ。ちょっと小ぶりだけど。褒め。よいしょ。オッケー。
カニちゃんこんばんは。お、なんかピンと張ってますね。ピンと張ってるよ。お、いた、またいた。ちょっと待って、マジかよ。嘘でしょ。よいしょ。2匹目です。ちょっとお水後で入れてあげよう。うなぎはね、皮膚呼吸するんで大丈夫なんですけど。これもピンと張ってる。嘘。これもピンと張ってるよ。うわ、なんかちょっと重いよ。マジで3連発じゃん。ちょっと3連発だよ。こんなことある？ちょっとすごすぎない？さっきまで全然釣れなかったのにすごいです。やっぱり日が沈んでから本番ですね。まだ反対側にもあるので、ちょっとそっちも見るの楽しみですね。よし、これはなんか引っ張ってない？マジかよ。でかいよ。ちょっとでかい。ちょっと待って。でかいねこれ。危ない。ちょっとサイズアップしました。むちゃくちゃ連続でかかるとんでもないポイント見つけちゃったかもしれない。よいしょ。これも引っ張ってるよね。ほら、ピンって張ってますよね。これはいるんじゃない？マジで。なんかいる。マジで？ちょっと信じられないんですけど、ほぼ全仕掛けにかかってるよここ。いや、こっち側サイズ大きいの。うなぎたくさん釣れたんですけれども、まだ地合いでこれからもっと大きいのが狙えるかもしれません。もう10個出してみます。合計30個の罠ですね。よし、こっちも張ってる。なんかこれはバラした。今切れましたね。穴に入られてたのかな。残念。なんかなんかいた。ハゼ。ハゼちゃん。はい。ちょっと重い。なんかいる。いいサイズじゃん。いいサイズ。ウロハゼかな。なんかでかいもんね。ウロハゼかもしんない。よし。虫いるよ。なんか重い。来てる。ちょっとやった。ちょっと小さめかな。少し小さめ。よいしょ。よし。いるね。どうなの？いた。これも割と大きいんじゃない？これも割と大きいよ。ちょっとよいしょ。はい。3匹いいサイズのうなぎが取れました。持ち帰ります。小さいうなぎだけここに入ってます。4匹かな。1、2、3、4。バイバイ。はい、元気にいけ。また大きくなったらはい、すーちゃんただいま。よし。今日は急いで作らなきゃいけないんだ。お料理。すーちゃんも後でおやつあげるね。待ってて。今回の戦利品はうなぎです。間違えました。せーの。本物のうなぎです。日本の夏といえばやっぱりうなぎですよね。釣れる場所によって味がかなり違います。今回は新規ポイントで釣ったのでちょっと不安ですけれども、美味しいといいですよね。3匹持ち帰りましたが全部は食べられないので2匹さばいていきます。釣ってから3日ほど泥抜きをしました。ちなみに1時間ぐらい冷凍庫に入れて今仮死状態になってます。このまま常温に置いておくと動き出しますからね。ささっとさばいていきます。ということでこちらのうなぎを使って美味しい料理を作っていきます。エラの上あたり固定します。はい、OK。包丁を入れていきます。
背開きでいきますね。うなぎの血液にはイクシオトキシンという毒性があるので、さばいてる最中に手を怪我しないように気をつけましょう。こんな感じで身を開いたら内臓を取り出します。そしたら骨を取っていく。あ、動いてきた。本当に動いてくるんで気をつけましょうね。ヒレが気になる場合はヒレも切っちゃいましょう。はい、こんな感じで2匹さばきました。弾力も程よくあってしっとりしてますね。食べやすい大きさに切ります。身と骨と肝に分けておきました。串を打っておくと焼いた時にね、身がひっくり返らずに済むので大変だけどやった方がいいですよ。はい、こんな感じです。くるんくるんとご飯を炊いておきます。正直七輪と炭をバッチリ準備していたんですが、外は雨が降っています。室内で美味しく焼いていきますね。油を敷きまして、うなぎを乗せる。横で骨も焼いておきますね。よし、繰り返そう。せーの。おー、ちょ何回か裏返しながらね、焼いていきますよ。うわー、香ばしい香りしてきた。美味しそう。めちゃくちゃいい香り。じゃーん。はい、かば焼きのタレ塗りながら焼いていきますこれがね、美味しいんだよね。絶妙にうなぎに合う味付けになってますからね。たっぷり塗っていこう。よっと。骨も引き上げます。そしたらですね、どうやって手軽に蒸そうか考えたんですが、はい、炊いておいたお米ね、串を抜きまして、はい、蒸し器を準備するの大変だからね、ご飯の水分でしっかり蒸らせるんじゃないかと思います。その間にじゃーん、牛肉だー。和牛です。和牛。食べやすい大きさに切ります。玉ねぎ、生姜、すりおろしておきます。はい、スキレットを熱して油を敷きます。お肉と玉ねぎを入れて、生姜も入れて炒めます。ある程度火が通ったら、じゃん、エバラすき焼きのタレマイルド入れます。お肉は火が通り過ぎると硬くなっちゃうので、ある程度のところで火を止めて余熱で OK です。少し薄かったらお醤油足します。はい、器の中にまず米からね、追いだれします。うなぎを乗せまして、反対側に牛肉をたっぷり。うわー、贅沢すぎるー。おほこれはたまんないでしょ上からさらにタレをかける。できました。うな牛完成です。これ一つでうな丼と牛丼の両方の味を楽しむことができます。むちゃくちゃ豪華な二色丼ですね。早く食べたいお水の中に骨と肝入れて火にかけて出汁を取ります。アクが出てきたらしっかり取りますね。うなぎはね、本当にいい出汁が出ます。この濁りが美味しさの素ですね。乾燥した味噌汁の具を入れて、刻んだ油揚げとお味噌を入れます。美味しそうよくかき混ぜてネギを散らして、うなぎのお味噌汁完成です。うなぎ2匹分の骨から出た出汁、こんなお味噌汁はなかなか飲めないですからね。うな肝も入って贅沢な一品です。沸騰したお湯の中に塩を入れてブロッコリーを茹でる。火が通ったらざるにあけて冷やしておきます。なんか美味しそうなドレッシング見つけたんで買いました。たっぷりかける。 OK。 はい、ブロッコリーたっぷりサラダ完成です。ブロッコリー大好きなんでね、栄養満点です。いや、長芋皮を剥いてすりおろします。はい、器に入れて粗切りわさび、だし醤油をかけておきます。とろろ完成です。乗らなかったはい、卵。これで全て最高の晩ご飯出来上がりました。よーし、すーちゃんに
おやつをあげましょうか。すーちゃんどっちか選んで。どっちがいいですか？選んで。こっちかこっち。ねえ、そっちがいい？こっち？どっち？このピンクい方にするじゃん。チュールではなくてプチだそうです。あ、かわいい。さ、おー、さ、ほり。ガボガボ。美味しいかい？すずは生まれつき足に障害があって歩く時にね少し歩きづらそうにします。それでも14年間大きな病気一つせずに元気に動いてくれてます。ありがたいね、すーちゃん。ありがとう。落とさないでね、床にね。はい、おしまい。ごちそうさまです。こらこら、卵よ、卵。はい、完成しました。美味しそう。すごい豪華。まるで牛丼チェーン店の定食のようですね。乾杯しましょう。三重県伊勢を代表するビール、伊勢門産のジューシーペールエール。お、やばい。あわー。ゆっくりいこう。なるほど。霞がかっている感じね。あ、いい香り。よし。皆さんお待たせしました。それでは乾杯。美味しい。苦味抑えめ、フルーツ感のあるビールですね。パイナップルとかマンゴーとかそっち系の香りがします。すごくね軽くて飲みやすい感じでも最後にビール特有の苦味を感じることができます。美味しい。よし、それではいただきます。メインからいこっかな。うなぎいただきうなぎ。おいしい。皮に弾力がありますね。タレをつけて焼いたから香ばしい。身がふわふわしてめちゃくちゃうまい。ご飯と合う。養殖のうなぎは皮が割と薄くてね、身もすごく柔らかくて脂が乗ってるんですけど、釣ってきたうなぎは割と筋肉質、さっぱりしてるけど旨味が強くて味が濃いんですよね。味も食感も別物っていうぐらい全然違うんですけれども、こちらもめっちゃ美味しいですよ。牛丼一筋300年。美味しい。めっちゃうまい。牛丼最高。お肉柔らかいし脂身にも甘みがあってめちゃくちゃ美味しい。そしてこっちもご飯に合う。うなぎと牛肉幸せ。そうだ、京都のね白七味、ニンニクが入ってるんですよね。牛肉に合うかな。美味しい。美味しすぎる。ピリッと辛くて箱ねえ、すーちゃん違うよ。いつもこの山椒をすーちゃんチュールと間違えちゃいます。山椒大好き。爽やか。うめえ。決してこってりしすぎず程よいまったり感でお味噌汁にも合いますね。いつもねお吸い物作るんですけれども、お味噌汁もありですね。美味しい。とろろはわさびを混ぜてうなぎをつけて食べよう。
わさびがうまい温泉卵もはい、ごちそうさまでした。今回は置き針という罠を使ってのうなぎ釣りに挑戦してきました。毎年梅雨になるとうなぎが釣れそうな新しいポイントを探すんですけれども、今回は本当に大当たりでしたね。正直夕間詰めに入ってからの連続ヒットは今まで何度かうなぎ釣りをしてきた私にとっても初めての経験だったのでびっくりしました。自分で見つけたポイントで狙いの魚が釣れると喜びも倍増です。めちゃくちゃ嬉しかったです。そしてもう一箇所試してみたい場所があるので、そこでも違った調法でうなぎを狙いたいと思います。次はさらに大きなのを釣り上げる予定です。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。今回の動画楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンと、そしてコメントで皆さんのうなぎの思い出ぜひ聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。あれあれ